江口拓也の趣味を見つけようパート 2。 話変えよったな。いやいや、スカジャンです。ここに青にプロダクションなんで2人声優いるのにどっちかが上手とかないの？小野坂江口の声優プレイ。さあ小野坂さん、はい、また月に一度のこの撮影やってまいりました。しょうもない会議室のやめてください。この間の素敵な企画だったじゃないですか。そのカメラをね買おうの企画、ありがとうございます。僕の一生の憧れハッセルブラッドを買ってしまったじゃないですか。買わせていただきました。ありがとうございます。どうですか、撮り心地とかね。いい写真の出来でしょ。あれ上がりが、中盤カメラの上がりってやっぱりすげえいいんですよ。小野坂さん、はい、まだ1枚も撮れてません。なんでやねいや、聞いてください。こればっかりはちょっと、釈明させてください。ん。はい、いいです。やっぱりその、アナログカメラっていうのは、はいはやっぱりいはい。うん。こういろいろな調節が必要なわけですよ。それこそやっぱ明るさとか、はい。もう本当にそういうものをやっぱ調節しないといけないぞと。あれ僕言いましたよね。いや、そこまでは聞きました。はいはいはい。よし、分かったぞと。おうこれはいろいろと、うん勉強して、うん。やってみよう、はだからいろいろ見てたんですけど、はいはネットにあふれている言葉たちが、いはい。僕には理解できなくて、何を言うてんの？全然理解できない。なんかもうやっぱりこのなんていうんですか、専門用語の嵐なんですよ。絞りがいや、絞りってそんな専門用語かな。シャッタースピードみたいな。シャッタースピードって専門用語かな。シャッタースピードってどこだみたいな。ここのどこがシャッタースピードなのか教えてほしいんですよ。ここのどこが絞りの数字でどこがシャッタースピードなのかっていうの解説がないんですよ、どこにも。言いましたよね。だからそれの話も僕、これ露出がオートなんですよね。おっしゃる通りです。その話永遠にしてましたよ、あそこで。江口さんその時何にも聞かずに「おお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 」言ってましたけど。いや、ちょっとこれがね、やっぱり難しいところだなと思って。露出系買いました？露出系電池入れるとこついてました？ついてなかったですね。じゃあオートで絞りを見てくれたり、はい、露出を見てくれたりするっていうこと、そういうとケーキがついてないのね。ああ、ないですないですないです。それは別になるのよ。写真撮ってる人ってこうやって、あれちょっとやりますね、パシャッパシャッつって、なんかやってましたね。ここに白いドームがついてるやつ持ってこうやってらっしゃる。やってました。あれ露出系って言って、シャッタースピードが何千分の1の時、この露出、話来てるのかお前。聞いてますよ、聞いてます今集中して聞いてたんですよ。教えてくれる機械なの、露出系っていうのが。はい、それを必ず持ってないと写真って撮れないの。うわ、これで被写体のところで合わして、で絞りが何も、4.6 の時にシャッタースピードが何千分の1とか600分の1とか、うわ、それなんだなって分かって、こっちで合わせて撮るのよ。当たり前なの。言ってよ言ったよー。声優プレイ。さあ、はい、ここからはですね、はい、江口拓也の趣味を見つけようパート 2。 話変えよったな。いやいや、拍手やないやろ。1回目のお前趣味を考えよう見て分かったやろこれ。このまま置いといたらあかんの。今回ですね、はい、僕がやりたい企画は何やりたいんですか？こちらでございます、はい、スカジャンです。スカジャンで結局ね、はい、昔のものになるんですよ。はいはい、結局本物って、はい、もともとはい日本にはい在住してらっしゃるはい軍の方が、はいアメリカ軍の方が、はい、国にお土産として持って帰るときにはい、何がいいのか考えて、基地の近所にあったはい、種をやっている方はい、
たちのとこ持って行ってはい日本の地図をはい刺繍してくれません？はほんでそれを刺繍してもらって横浜ここって書いて矢印書いてここって書いて、あはいはいはいそれをジャケットとして持って帰って家族に見せたりお土へ産として近所の人にあげたりはいしたのが最初のスカジャンなの。へえお土産なんですよもともとは。うわじゃあもうぴったりじゃないですかやっぱり僕と小野坂さんの出会いそしてこの「声優プレイ」という番組そこの思い出をスカジャンに落とし込めるわけですよねオリジナルスカジャンをスカジャンという伝統工芸技術を日本のはいバカにすんのねスカジャンの刺繍ははミシンでブワーってやるんですよ。はいはいはい技術すごいんですよ。でも値段めちゃくちゃ抑えられるんですよ。なるほどただ高いです。それでも高いってことですそよねれでも高いです。まあでも声優プレイのものを作るので、これは代金は声優プレイあ、そうなの？この間の長谷端 500C は、はい江口さんが自腹で出しましたけども、はいドジバラでしたけれども今回はお番組がえ全てえ出していただけるということでありがとうございます。じゃあ張り切って俺刺繍考えちゃおうかな竜と竜こっからブワーって出た出てこっからブワーのやほんで虎が下からグーッとやってて竜子がこうなって相打つで竜子相打つ小野坂正也ここに青鬼プロダクション声優プレイどの程度できるのかっていうのもまあちょっとここでデザインこういうものをちょっとやったらいいんじゃないかっていう提案をまず作りましなるてほどそれをそちらのスカジャンのお店に持って行ってこれできますかっていうところそっをから行くのね。交渉するっていうところでもうございますすでにはいやってくれるっていう確約が取れてるところに行くんじゃなくしてはいこのねまだデザインも決まってないのでやっぱりイエスノーって分かんないじゃないですかこれってテレビほんまにまずどこに刺繍するんですか？どんな程度やるの？やっぱりうん表と裏とみたいなことですよね背中ってことですね。背中とは胸のここね、はい2つね。こういうところですよね要はどんそれ何それこれスカジャンですこれなんで2人声優いるのにどっちかが絵上手とかないの？こういうことですよねこそこの部れ前身分頃ってことね。ここの部分とはいはいはいここの部分みたいなあこれこのなんだこの絵面この部分をうんうん考えていこうじゃないかとちょっと待ってこのスカジャンってはいユニフォームにするんですね。まあそうですね言ってきますけども普段はもう着ませんよこういうの着ませんよ普段は。普段まあ確かにここではもうじゃあ来ましょうこの番組では来ます普段着るかどうかはもうここの判断ですもんじゃあロケの時は T1 で着て、はいそれを着てやるってこと。一番分かりやすいですねうんじゃあロケの時はもうそのスカジャンとはいいうことでわかりました。はい絵面的には声優プレイっていう字は入れるの？声優プレイっていう字はもう入れましょ声優う声優プレイ君はどうするんですか声優プレイ君っていや僕は勝手に呼んでるんですけどそんなロゴあるの？丸く黄色でニコちゃんマークみたいで口からブワー出てるよっていう声優プレイっていうのあるんですそんなマークあるの？あるんですよそれねロゴとしてはどれよ？そいつですどれよ？こいつですこいつ声優プレイ君です僕が勝手に声優プレイ君っていうこれキャラクターなんかねこれ声優こプレイれただの字やんこんなんやではいこんなんやではいこれ声優プレイ君。声優プレイ君です声優プレイ君黄色の丸だからなんか落とし込みやすくはあるかもしれないですよじゃあ声優プレイ君を背中いっぱいにする？圧強いなイボイボみたいにってことですかいや違うでっかく声
はい載せるんやったらはいお金はそちらで払っていただきます。まあそうですよね、やっぱロゴですからね。そうですね。それはロゴを乗っけるんやったらもう僕らのもんじゃないから。それだったら別にセープレイク載せなくてなんだよそれお前。声優プレイ君にもっと自信持てよ。声優プレイ。うわプレイ俺の坂さんの背中には僕の顔を前面にこう俺らって付き合ってる。なんでここ一枚に出てる。僕カメラクソ下手くそなんですなんでこうたん。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。